guys! Welcome to おかみず酒 ABC。 3代目おかみがお送りする日本酒チャンネルおかみず酒 ABC です。このチャンネルは日本酒の魅力を海外の皆様に分かりやすくお伝えするチャンネルです。今回は日本酒専用の器とっくりとおちょこを使って日本酒を楽しむ時のマナーについてご紹介いたします。マナーといっても難しいものではありません。ちょっとした心遣いと丁寧な所作ができれば、もうあなたは日本酒上級者です。今回の動画を見て日本酒の味だけではなく日本の文化も楽しんでみてください。 Let's get started! Here we go! 日本ではお酒を飲む際にお互いにお酒を注ぎ合うお酌という文化があります。これは相手に対する尊敬や思いやりを示す行為なのです。とっくりとおちょこで日本酒を楽しむ場合にも、とっくりで注ぐ側とおちょこで受ける側にそれぞれマナーがあります。日本人でも今から説明するマナーの存在を知らない人もいます。なので堅苦しくならずに日本酒のスタイルを楽しむ気持ちでやってみてください。最初に注ぐ側のマナーからご説明いたします。まずとっくりの真ん中を右手で持ち、左手は注ぎ口の方に軽く添えます。この時右手の手のひらが上に向いた状態で注ぐことは逆手注ぎといって日本酒では失礼にあたります。そして注ぎ口が相手のおちょこにつかないように注いでいきます。少しずつ注ぎ始めて徐々に増やし、注ぎ終わるにつれて少なくします。おちょこいっぱいに継がずに8分目ぐらいまで注ぐのが美しく、受ける側も飲みやすいです。注ぎ終わりはとっくりの口先を手前に軽く回してお酒が垂れてテーブルを汚さないように配慮します。次におちょこで受ける側のマナーをご説明いたします。まず右手でおちょこを持ち、左手をおちょこの底に添えます。ワインのマナーではグラスに触れずテーブルに置いたまま注がれるのが正しいですが、日本酒では失礼にあたります。そして注いでもらったらそのままテーブルに置くのではなく、相手から注がれた日本酒をいただいたことを示す意味で一口でも口をつけてから置くのがマナーです。まだおちょこに日本酒が残った状態で注いでもらう際は、相手が注ぎやすいようにする心遣いとして一口だけでも飲んでから受けます。また受けたお酒を一気に全部飲むのはやめましょう。飲み方としても美しくなく体にも負担がかかります。他にもとっくりに残っている日本酒の扱い方にもマナーがあります。日本酒がまだ入っているかどうかを知りたい時にとっくりは中が見えません。だからといってとっくりの中を覗いたり横に振って音を確認するのは所作が美しくないので NG です。またいくつかのとっくりに残っている日本酒を1本のとっくりに合わせてしまうのも NG です。なぜなら合わせてしまうことでそれぞれの味や温度が楽しめなくなるからです。おちょこはとても小さい器なので、相手が飲むたびにお酌をしなければと気を使いすぎるとお酒や食事を楽しむ余裕がなくなってしまいます。大切なのは相手への心遣いが伝わり一緒に楽しむことです。飲み始めた時や気がついた時にお酌をするというのが良いと思います。日本酒を味わいながらこのような日本酒のスタイルも楽しんでみてください。今回の動画はいかがでしたでしょうか。日本酒って面白そうだなと思っていただけたらとても嬉しいです。 Thank you for watching. Please subscribe to my channel. See you next time.